履いてみちゃったんですよね。これってなんか多分素人でも分かるってすごいなっていうところで、社長がめっちゃいい人なんで、めちゃめちゃ物腰柔らかくていい上司なんだろうなっていうような、特定金もくれるっていう、ちょうど悩んでる時でもあって、名残は早いですよ。一度やっぱ足入れてほしいですよね。最初そのコロナが明けてギャラリーを一回全部止めてしまっていたので、ギャラリーの再開をしなきゃいけなかったりとか、このギャラリーでそういう販売をやらせてもらえませんかっていう連絡が来ていて、でなんだろうって僕調べてったら、やっぱ靴屋さんやってて、面白そうだなっていうのがまずあって、一回来てくれるってことになって、千葉から来てくれるのみたいな話からでもね、今で言えばね、フットワーク軽いしあちこち行きたい人だから、あんまり関係なかったのかもしれないですけど、わざわざ来てくれると思ってでお話ししていったら、年もね近い、僕1個上ですよね。このくらいの年齢でなんか近しいことになっていろいろな話をしていって、ぜひお願いしますっていう話になります。3月だったんですね、オーダー会が。なんか最初に会った感じで言うと、まず見た目から渋い感じじゃないですか。だからちょっと怖いのかなとか、職人さんだし、って思ってたら、めちゃめちゃ物腰柔らかくて、で話聞いてったら、聞いてくだけなんか無邪気な感じじゃないですか。だんだん話しやすい感じが。そうするとなんか僕らからすると、その内側がなんとなく見えるじゃないですか。会社の中側の環境だったりとか。もう一点でしょう。社長がめっちゃいい人なんであんだけ勉強熱心で、やられている方で、人間味あふれていてきっといい上司なんだろうなっていうような、井上さんの服装とかそういうのも多分大分の人たちが好きな感じだし、割とみんな似た人が、人種が多い町なので、土臭いことが多くて好きな人が多くて。で器を扱ってるオーナーさんなんかは、井上さんみたいな格好をした感じで来るんで、いつもジンベエ着てくるか、なんか東京行くときはなんか明治のマントみたいなの着て歩いてたりとかするんで、そんな人ばっかりじゃもちろんないんですけど、そういう人たちも多い町です。そうです。僕も作ってもらいました。で、うちの奥さんも作りまして、今回うちの奥さんはプラスでまた欲しいってなってまた作ってもらってます。もちろん物がいいっていうのもあるし、出会いっていうのももちろんあるし、ただやっぱりなんか履いてみちゃったんですよね。そしたらめちゃめちゃいいっていうのはやっぱそこで分かるじゃないですか。これってなんか多分素人でも分かるってすごいなっていうところで、それはもう欲しくなりますよね。で頑張れば買える金額だし測定金もくれるっていう、そうイベント出店とかでずっと立ってるので、それのちょうど悩んでる時でもあって、口裏の検証炎だから、極端な話したら直すには使わないでくれってことだと思うんです、足も。でも使わないで生きていくことはできないので、やっぱり履いてて思うのは、負荷がかからなくなるので、もちろん歩いてるんですけど、名残は早いですよ。履いてるとやっぱ軽減されるので、今まで履いてた靴なんかに比べたら、多分ストレスがないから、その分治りも早いですよね。それはありがたいですよね。うちの奥さんは洋服作ってる人なので、高い靴もやっぱ買って履いたりとかもしてるんですけど、なんか高い靴って硬いんですよね、やっぱ。でかかとをやられちゃったりで、絆創膏をつけながら履くみたいなこともあって、履いた時に多分柔らかいっていうのがあって、そこは多分お互いに衝撃だったと思うんですけど、靴ってなかなかこう外歩いていて出会うところってチェーン店ばっかりだし、こう手作業でこうやっている生のリアルの声ってあんま見れないので、せっかくこう接してもらえるのであれば、ちゃんと見てもらえるといいかなっていうのと、
一度やっぱ足入れてほしいですよね。これ履いてみないと分かんないので、足通してみないと、もちろんそう物ビジュアル見ていいなっていうのもあるのかもしれないですけど、やっぱり使ってなんぼのものじゃないですか。ちょっと敷居高いかもしれないけど、そういうのをね、ぜひやってほしい。